今回は愛媛の三崎港から大分の佐賀関港へ、国道九種フェリーで車ごと海を渡ります。普段は八幡浜臼杵航路に乗ることが多いんですが、今回は初めて三崎佐賀関航路、三崎港や船内の漢字も含め乗ってみた体験を中心に、四国最西端の佐田岬へのドライブや八幡浜佐賀関のグルメもまとめてお届けいたします。今回夏休み一番混雑するシーズンでしたので、フェリーの混雑具合も含め皆様の参考になれば幸いです。乗船前日は八幡浜に一泊して、遅めランチに道の駅みなっとのアゴラマルシェで石焼きちゃんぽんをいただきました。スープは長崎ちゃんぽんのような白濁豚骨系ではなく、鶏ガラと魚介を合わせうまみのある澄んだスープが特徴。麺を食べ終わった後はご飯に薬味を入れ、スープをかけお茶漬けのようにいただけて2度おいしい。旅の食事、カロリー計算しないことが一番大事です。道の駅みなっとのお土産売り場はじゃこ天含め愛媛のさまざまなお土産が置いてありましたが、みかんジュースの種類がとにかく豊富です。さすが蛇口からみかんジュースが出てくるという伝説のある愛媛。とりあえず1種類くらいは買ってみたくなりますよね。買ってないんですけどね。国道九種フェリー乗船当日、事前に予約していた10時30分の便に乗るので、朝は三崎港へ直行。八幡浜から三崎港までは車でだいたい45分。確実に乗船時刻前にと思ったらだいぶ早めの9時過ぎに到着しちゃいました。ここからいよいよ乗船なんですが、まずは港での待ち方がちょっと想定外で、三崎港には9時に着いたんですけど、すでにフェリーの待機列がいっぱい。9時30分の便の予約車両と予約なしで乗船待ちをしている車で、港の中はかなりの大混雑。港の中で待てないとのことだったので、隣の港オアシス佐田岬花々さんで時間調整。お店の開店時間を待ってじゃこカツサンドを軽く食べながら、一つ前の9時30分の便が出港するのを見ていました。そして9時30分の便が出たタイミングで港の待機列へ戻りました。ちなみに乗船手続きは予約の時に車両情報の登録とクレジットカード決済まで済ませていたので、当日はスマホの QR コードをかざすだけで乗船券が発券されました。車検証の提示とかも特になく、手続きはかなりスムーズでした。そしていよいよ乗船です。徒歩乗船の方、トラックの方、予約なしの車両、予約便の車両の順に案内が進んでいって、僕たちの車は10時34分に乗船開始。今回乗ったのは早波。船ごとに客室の雰囲気とか乗れる台数が少しずつ違うみたいです。この便は乗用車換算で48台、1階の車両後半はほぼ埋まっていて、さすがお盆って感じです。車を車両後半に停めたら客室フロアへ。10時40分頃に中をいろいろ見て回っていたら、気づいたらもう出港してました。船内にはいろいろな席があって、靴を脱いで横になれるカーペット席、普通の椅子が並んでいるエリア、ちょっとカフェっぽいエリアなんかもありました。僕たちはなんとなく落ち着けそうなカフェ風のエリアで過ごすことに。ちなみにこの日は車両後半も乗用車で埋まっていて、徒歩で乗船する方も多かったんですが、座る場所がなくなる感じはなかったです。ちなみに予約すれば展望席とか個室も取れるそう。売店には大分、愛媛のお土産もあって、買い忘れても安心。
そして船の揺れなんですが、僕は結構船酔いしやすいタイプなんですが、ちょっと気になるかなくらい。ただ八幡浜臼杵の方が船が大きい分、そちらの方が揺れが少なめだと思います。結局その日の海次第なんですよね、こういうのって。乗船時間は70分。気づいたらもう佐賀関港に到着。あっという間に下船です。70分の船旅を終え、佐賀関港へ到着。車ごと下船してそのまま九州へ上陸です。実は佐賀関港のフェリー乗り場の海鮮丼が美味しいらしいと聞いていたので、ちょっと寄りたかったんですが、この日は駐車場が満車、入れそうになかったので断念。ということで気持ちを切り替えて関あじ関サバ館へ向かいます。せっかく大分まで来たので、最後はしっかりご褒美で締めます。ちなみにフェリーに乗る前日、せっかくなので四国最西端の佐田岬も見に行ってきました。三崎港までは広い道だったのが、そこから佐田岬までの道がすれ違いが難しいくらい細いところも多く、ドライブ好きの僕でもちょっと躊躇するような道路が続きました。そして駐車場に到着までは良かったのですが、日本の夏30度超えの真夏日、そして佐田岬灯台まで片道徒歩25分の表示を見て、そうです、もちろんやめました。代わりに水尻展望台という駐車場から近い展望台からの景色を見て満足しました。無理をしないのも大人旅ということで、灯台まで行くルートがね、だいぶね遠いとのことでね、予想通りというか断念、暑いのと、あとね天気がガスってて、九州がね絶景で見渡せるとかなんでね。というわけでね、先ほど水市展望台に行ってきたんですね。名前がウォシュレットみたいな字面がね灯台も見れたからね、ではでは次の場所へ行きましょう。豊後水道で採れるブランド魚関あじ関サバで知られる港町が佐賀関。その佐賀関の名物を一度に味わえるのが関あじ関サバ館。目の前の海で揚がった新鮮な魚をそのまま味わえるのが魅力で、地元の方はもちろん観光客にも人気のお店です。海見える。ね、真正面ね、すごい気持ちいいね。今回は関あじ関サバ関ぶり食べ比べ御膳を注文。海鮮音痴な僕は映っているもののどれが関あじでどれが関サバなのかわからないまま食べてましたが、どれも本当に美味しかったです。お刺身を食べるときにつける醤油の甘さで、九州来たなーって実感しました。来た？これいつものがうちの普段使ってるやつ。で多分ね刺身だからこっちじゃないかなと思って。本当や、刺身用があるんだ。じゃあ買っちゃう？これをね、先週開けたばっかなのね。言いたいことわかる？間に合ってます。確かに普段赤い方で間に合ってるしね。そうそう。じゃあそういうことで戻ろうか。無駄遣いはせず。しっかりと腹ごしらえをしてヤスの実家へ向かいます。フェリー良かったね。フェリーね、面白かったね。酔うかと思ってたんだけど、全然酔ってる暇がなかった。大丈夫やった。1時間ぐらいで短いからね、いいね。やっぱ楽、開放的な席だったしね。
なんかおしゃれなねラウンジみたいだったよね。ね、ラウンジ。この後はねどこに行くでしょう。ででん。ででんでクイズも何もやすさんのご実家でございます。メッシュがね入ってるんですよ今ね。姑に会うからちょっとね美容師にね清楚な感じにって頼んだんですけどね清楚なメッシュ。清楚なメッシュともかくねいろいろ言ってくる悪いお母さんじゃないのでだといいんですが。だといいんですかやすのお母さんにそのお母様にね会いに参りますので緊張の一瞬って。緊張の一瞬緊張の夏おう、うまい。蚊取り線香というわけでではまたまた次の旅で